どうも、言語が大好き、フィニックスです。今日はですね、なんと日本語の動画を作りたいと思います。今まで中国語の動画作ったこともあるし、英語の動画もあるし、スペイン語、韓国語、広東語もありますね。正直、日本語の動画作らなかった理由は、私の日本語、下手ですね。インターネットで日本語上手な人もたくさんいるから怖いですよ。日本語の方々は、多分優しくて、あんたの日本語いいですねって、頑張ってって。でも、日本語の勉強者の中に、めちゃくちゃ厳しい人もいますね。あんたの日本語ダメって、発音がおかしいって、黙れって、怖いですよ。私の誓いを親切に提供してくれる人もたくさんいますね。それらの方々に本当に感謝しております。その動画にても文法的な誓いと不自然な表現を気づければ、ぜひ教えてください。日本語を勉強し始めたのは2年半前のことですね。これ、標準日本語という教科書。中国の日本語の勉強者たちもよく知っているわけですね。その本を使って、ひらがなとカタカナを学んで、基本的な文法と漢字も勉強しました。待って。あんた中国人だろ？もう漢字たくさん知ってるだろ？わざわざ漢字を勉強する必要はあるの？漢字をたくさん知ってるから難しいですよ。中国の漢字と日本語の漢字と意図がたくさんあるから、勉強の意味は要約じゃなくて、ギリギリじゃなくて、スタディ、ふるさとはなぜ故郷じゃなくて、ふるさと、返事はなぜ帰り事じゃなくて、返事、なぜ音読みとか、訓読みとか、優等読みとか、上箱読みとか、難しいですよ。基本的な文法を勉強した後、します、あります、した、あった、そんなもんですね。その後に勉強した文法をしっかり見つけるために、これ、してこれ、使いませんでした。そうですね。私ですね、合唱帳とか練習帳とか、そんなもの大嫌い。受験の準備していれば仕方ないですけれど、普通は絶対に使わないんです。それでは、どうやって文法を身につけるの？私の場合は YouTube で日本語で文法を説明するビデオを見て、学んだ文法を復習しつつ、新しい文法項目も勉強しました。例えば、教科書を使って N5 の文法と単語を学んで、N4 の文法を説明する動画を見るべきですね。その過程で聞き取り能力も高めるんですね。文法だけ勉強すれば、つまらない、諦めたい。そして、そんなものだけ聞いて、紹介力も足りないですね。だから、日本語に限らず、どんな言語を勉強しても、聞き取り能力を高めるために、新しい単語を学ぶために、面白いコンテンツを楽しんで勉強しなければなれないと思います。たくさんの人の日本語を勉強したきっかけは、アニメですね。アニメを見るのはいい紹介練習ですよ。私はアニメそんなに興味がないんですけれど、ワンピースの言うクラシックが見ることありますね。普通は私歴史好きだから歴史を関するアニメ、漫画、日本史とか三国史とか時々見ますね。最近ですね、私の方が主に男性の方がよく見るかもしれないですけれど、エロじゃなくて大河ドラマよく見れます。だから最近は口ぶりが変になってござる。ドラマを見るときにリラックスして英語の字幕見てドラマって楽しみたいんですが、それはダメですね。勉強じゃないですよ。ただのドラマを見るんですよ。私一つ動画を見るときにできる限り字幕を見ません。わからないところがあれば日本語の字幕だけ見るんです。知らない単語とか表現を見つけるしたい。このスマホを使って辞書で調べます。以上は私今まで日本語の勉強法ですね。会話能力について少しアドバイスさせていただいたんですが、私の会話能力本当に苦手ですね。後で会話をもっと上達させて皆さんに申し上げます。ご指導ご鞭撻を